ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイラバラバオフィシャルビジュアライザー。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ前回のですね、YourZone そして熱海から約3ヶ月ぶりの新しい楽曲がナンバーアイ公式 YouTube チャンネルにて公開されました。それが今回歌声分析をするラバラバ。で、オフィシャルビジュアライザーっていうことはミュージックビデオとは違って違った映像と楽曲のコラボレーション的映像っていうことかな。そういった部分でもナンバーアイの芸術性っていうのが感じることができるというふうに思います。そして今回ナンバーアイラバラバ歌声分析していったわけですけれども、歌声のチームワークがですね、ものすごすぎましたね。もちろんナンバーアイのメンバー3人とも素晴らしい歌声、そしてものすごい実力の持ち主なんですけれども、今回はですね、メンバー間のつながりでの表現がですね、ものすごく際立った楽曲だったんじゃないかなというふうに思います。ものすごくね、テンションが上がってしまって、途中早口になりすぎて、言葉が聞き取れなかったら申し訳ないんですけど、それぐらいハイテンションになってしまう歌声だったかなっていう風に思います。そういった感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ナンバーアイラバラバ歌声分析 GO!なんかいつもと違う感じ。なんかこう、おしゃれな感じですよね、今回のラバラバ。新しいナンバーアイの世界観を表現しているっていう感じがして、すごくワクワクしますね。続きいってみましょうか。このピロピロ言ってる音がすごいおしゃれ。こっから歌い出しね。なるほどね。なんか歌に入る前にサウンドでのワンアクションがあってからの歌っていう感じなのかと期待していたんですけど、いい意味でスッとシンプルに歌に入っていくっていうこの感じたまらなくかっこいいですね。で、出だしは平野さんなんですね。低音が光りますよね。平野さんの歌い出しの最初から聞いていきましょう。かっこいいね。この声の出し方はですね、非常に特殊な声の出し方なんですよ。肺の中にある胸腔共鳴という部分の響きをメインで使った歌声なんですけど、そこにですね、うっすらとシャウトボイスって言われる、ここにある仮声帯を使って出す声、このビリビリって音ね、これを混ぜて歌ってるんですよね。で、声量結構大きい声出してるように聞こえると思うんですけど、実はこれすごく小さい声で歌っています。打ち合ってる高速道路。みたいな。僕が平野さんの声真似をするとこういう感じになるんですけど、喋ってる時の声量の方が大きいくらいですよね。多分このぐらいの声量で、そして今言った体の使い方でこの声作ってると思います。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。いいね。この疾走感もたまらないですよね。この疾走感を作り出しているのは何かっていうと、全体的に音を切るような感じで歌ってるんですよね。スタッカートっていうテクニックなんですけど、これを使うことによって疾走感が生まれているんですよ。音を切るとですね、その次の音がアクセントって言われる強い音に変わるんですよね。で、アクセントが生まれると今度フレーズの中に強い音と弱い音っていうのが生まれてきます。この強弱がですね、この疾走感につながってくるんですよ。次いきますよ。
今のところは岸さんかな。もしね、間違ってメンバーの名前を呼んでいたら、ぜひね、コメントでフォロー解説の方お願いします。僕はね、ここ岸さんかなっていうふうに思ったんですけど、今のですね、フレーズの最初のところ、スタッカートってこういう感じなんだっていうのがすごくわかりやすい歌い方をしていたと思います。タッタッタみたいな感じですごく音切ってましたよね。これがね、かっこいいんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。最初のね、このブレーキが効いてる感じがあるから、その後のフレーズが流れてるような雰囲気がしてですね、それがなんか爽やかな感じがして、心地いいですよね。さすが岸さん。こういったリズムコントロールもものすごいですよね。次行きますよ。この辺の声が岸さんならではっていう感じの声かなっていうふうに思います。岸さんの数ある声質の中で一番多く使われている声っていうかね。この声はですね、どうやって出してるかっていうと、鼻の中の鼻腔共鳴っていうところの音色をメインで使った歌声です。もうちょっとわかりやすく言うと、鼻声のニュアンスを歌声にプラスして歌ってるというか。もう一回聞いてみましょう。そしてこの早口のフレーズにもかかわらず、全体的にスタッカートを入れてるんですよね。ほんとこのテクニックがね、素晴らしすぎます。次行きますよ。あ、いい。いいね。この神宮寺さんの今回使っている声なんですけど、口の中の口腔共鳴と言われるところの響きをメインで使った声なんですよね。で、いつもの神宮寺さんは鼻の中の鼻腔共鳴をメインにして、そこにプラス口の口腔共鳴の響きを足すみたいな音色をチョイスすることが多いんですよ。だから僕がナンバーアイを知った時の神宮寺さんの歌声のイメージはですね、本当に美しい歌声をコントロールするボーカリストってイメージだったんですけど、最近はですね、この口の響きをメインで使う声とかも表現方法の一つとして取り入れるようになっているので、すごく親近感が湧いてくるような表現を使ってですね、ここがすごいなっていうふうに思います。で、口の中の響きっていうのは日常生活で会話をするときに使う音色が多く含まれているんですよ。だからね、親近感が湧きやすいっていうところもあるんですけど、もう一回聞いてみましょうか。ほらほら。で、今気づいたんですけど、これね、レコーディングテクニック。今言えていたかな？レコーディングテクニックの話なんですけど、こう一息で歌ってるように聞こえるんですけど、でもよく聞くとですね、ワンフレーズずつ別撮りで撮ってるんですよね。最初の、これはレースらしい。で、ワンテイク。そして次の、よそ見運転なし。で、ワンテイク。みたいな感じで、今聞いたところをですね、4つのフレーズに分けてレコーディングをしているポイントなんです。そうすることによってフレーズがどんどん畳みかけてくるような雰囲気が作られてるんですよね。多分これはね、狙いだと思います。一息で歌えるフレーズなのに、あえて4つのテイクに分けてレコーディングをするっていうね。こういうところにね、音楽へのこだわり感じて感動しちゃいますね。次行きますよ。いいね。いいね。で、ここでさらに岸さんの声がですね、鼻の鼻腔共鳴の響きを強調しましたよね。すごく個性が際立ってくるような歌声がね、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。でね、子音もものすごく強く発音してるんですよね。子音を強く発音することによって、先ほどスタッカートの時に言ったアクセント。これをね、作り出すことができるんですよ。だから言葉のぶつかるようなバシバシとした雰囲気が、ものすごく心地いいですよね。次行きますよ。あ、いいね、いいね。平野さんですよね。最初の重くて低いこのね、かっこいい声とは違って、まさにね、イケメンボイスっていう言葉が似合うんじゃないかなっていう、この優しくて、ふわっ
とした温かみのある声。いや、本当にね、ナンバーアイのメンバーは全員いろんな声をコントロールして表現してるってところがね、素晴らしすぎますよね。もう一回聞いてみましょう。No, no, no のところがね、すごくかっこいい声ですよね。で、今のところも平野さんさらっと歌ってますけど、ものすごい声を使っていて、音が高くなるとですね、声って細くなりやすいんですけど、太い声のまま高い音を出してるんですよね。これどうやってやってるかっていうと、胸の胸腔共鳴の響きをキープしたまま高い声を出してるんです。多分今聞いた方、それがどうしたのっていうふうに思うかもしれないんですけど、声の自然な流れとして高い声を出せば出すほど胸腔共鳴の響きって取りにくくなってくるんですよ。その代わり鼻の中の鼻腔共鳴の響きがこう強調されている声になっていくっていうのが普通の声の流れ。でも平野さんはですね、高い声でも減っていくはずの胸腔共鳴の響きをですね、しっかりとキープしているから、高い声でも声質が細くなることがないんですよね。これ歌の世界ではものすごいレベルの高いことなんです。さすがですよね。次はサビかな？なんかね、そういった盛り上がりを感じました。聞いていきましょう。あー、かっこいいめちゃくちゃかっこいいサビですね。で、ここで使われているリズムが、ポリリズムっていうリズムです。同じようなメロディーが繰り返されるようなフレーズなんですけど、ちょっとリズムはこうね、ずれていくようなリズムパターンのフレーズ。これをポリリズムって言います。Perfume さんの曲でね、ポリリズムっていうタイトルの楽曲があるので、どっかでね、聞いたことがあるワードかと思うんですけど、こういったタイプのフレーズをですね、ポリリズムって言います。めちゃくちゃかっこいいですよね。なんかサビでこういったメロディアスな感じなフレーズが来る楽曲、なんかナンバーアイのリリースした楽曲の中ではなんか久しぶりかなっていう風な感じがね、僕は個人的にします。すごくね、僕こういうの大好きなんで嬉しいですね。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいいね。ここのメインは岸さんなのかな？低い音の声が岸さんだと思うんですけど、で、高い音を神宮寺さんと平野さんが歌ってるみたいなパート割りなのかな？このね、オクターブって言われるボーカルのパート割り、すごくね、声がきらびやかに聞こえてきますよね。透き通るような雰囲気がするっていうか。僕このアレンジ大好きですね。次行きますよ。うわー、かっこいい。やばいね。タラッタラッタラッタラみたいな感じで、かなり強めに音を切ってますよね。この音の切り方がですね、このすごい躍動感を作り出してるんですよね。神宮寺さんですよね、ここのパート。めちゃくちゃかっこいい。で、ハモリもかなり奇抜な感じなハーモニーの音色を使ってるかなっていうふうに思います。スリリングなハーモニーっていうか。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいね。もう本当にね、かっこいいが詰まったフレーズかなっていうふうに思います。リズムのアクセント的にもめちゃくちゃかっこいいし、ハーモニーの響きもめちゃくちゃかっこいいし、何より神宮寺さんの声もね、めちゃくちゃかっこいいポイント。最高です。次行きますよ。で、最後が平野さんっていう流れなんですね。で、最後のこの声は平野さんの中でスタンダードな感じかな。よく使う声質っていうか。こう聞いてるだけでね、安心してきますよね。この平野さんの歌声。本当に素晴らしい声。胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴。この2つを中心にした歌声です。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。やっぱ今回のラバラバの歌のテーマはスタッカートなのかな？ 3 人ともやっぱりなんかね、こうフレーズにスタッカートをしっかりと入れている感じがするんですよね。そこがめちゃくちゃかっこいい。そしてサビのね、メロディーもめちゃくちゃかっこいいしね。メロディーを歌うナンバーアイも僕大好きですね。次行きますよ。ここで感想で、
ラバー、要はタイトルをこう連呼するような感じのポジションなんですね。すごく覚えやすいフレーズで愛着が湧きやすいですよね。やっぱりそういうね、細かいところまでこだわって楽曲作りをしてるんですよ、きっと。いや、ほんと尊敬しますね。続きいきますよ。いいね。どんどん時間が進むにつれて、映像の方の時間も過ぎてますよね。最初は昼間の時間帯だったと思うんですけど、今はもうなんか夕方っていうかもう星が出始めて、夜になりかけてるっていうか、歌声分析にね、集中しすぎて、ちょっとね、そこに気づくのが遅くなってね、申し訳ないです。映像の方にもこだわりを感じますね。次行きますよ。ラバババいいね。ここもね、音楽的に考えると、すごくリズム的に難しいフレーズなんですよね。リズムには、表のリズムっていうリズムと、裏のリズムって言われるリズム。この2パターンがね、大きく分けるとあって、ワン、ツー、スリー、フォー。このリズムが表って言われるリズムです。で、裏っていうのは、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン。このエンって言ってるところが裏のリズム。で、日本人はですね、裏のリズムを取るのが苦手っていう風に言われてます。これはなんでかっていうと、日本にある音楽っていうのはもともと表でリズムを取る音楽なんですよ。歌謡曲とか演歌とか童謡とかね。そうやってみんなワン、ツーって取るじゃないですか。でもポップスっていうのはワン、エン、ツー、エンで取る楽曲なんですよね。だから裏のリズムを取るのが上手い人ほどこういったナンバーアイの楽曲みたいなポップスとか、いわゆるポピュラーミュージックって言われる、ごめんなさい、今日滑舌悪いですね。ポピュラーミュージックって言われる音楽をかっこよく歌うための準備ができているっていうことなんですけど、で、今のバッバッバーのところ何が難しいかっていうと、最初のバは表のリズムなんですけど、次のバッバって音が全部裏なんですよね。すごく細かい話をしてるんですけど、表から入ったのに裏のリズムを表現しなきゃいけないっていうリズム的に難しいフレーズでした。もう一回そこだけ聞いてみましょうか。ほらほら、ラーバッバッバッバーってなってますよね。裏のリズムをしっかり取れると、出した声にですね、パワーが生まれてくるんですよ。これがかっこよさにつながってくるんですよね。ナンバーアイはね、その辺も完璧です。じゃあ次行きますよ。いいね。かっこいいね。で、ここで平野さんはどういう声を使ってるかっていうと、1番の時に歌った歌声からシャウトボイスのビリビリとしている成分をですね、取り除いて代わりに息のこの音をプラスして歌ってるんですよ。これをウィスパーボイスって言います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほら。って音聞こえますよね。このウィスパーボイスを使うことによって、こう囁いているような雰囲気をですね、表現できるんですね。次いきますよ。このね、やっぱ低音で囁いているっていう感じがですね、最高に色っぽくてかっこいいですよね。いやー、やばいですね、この声は。次いきますよ。真夏の荒野。この荒野ってところがね、かっこいいですよね。囁いてるこうね、ふわっとした平野さんの声から、今度は個性あふれる岸さんの声にこう切り替わった瞬間のこのシーンがガラッと変わったような空気感たまんないですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいい。荒野。で、最後の矢の音はもう息しか出してないですよね。この表現たまらないですね。次行きますよ。やっぱり神宮寺さんのスタッカートはもう天下一品ですよね。もう本当にぐっと急にこう止まったようなブレーキ感がですね、最高にかっこいい。で、ここの声はですね、先ほどとは違って、鼻の鼻腔共鳴の音色をプラスしてるんですよ。だから歌声の美しさはこう滲み出してますよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。
もう3人とも個性は別々なんですけど、その個性で最高のかっこよさを3人とも表現してるから、魅力の増幅感がすごいですよね。特に今みたいな短いフレーズをこう順番に歌っていくポイントなんかは特にそれを感じます。次いきますよ。いいね。いいね。で、さっきが短めのフレーズをこうね、歌いつないでいく感じだったのが、今度は結構ね、長めにたっぷりと聴けるフレーズで、岸さんから平野さんっていう、このつながりね。この誰がどのぐらい長く歌うかによっても全然雰囲気変わってきますよね。ここがね、ナンバーアイのすごいところなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ちょっとした変化が曲に与える影響っていうのがものすごく大きいんですよ。ワンフレーズ歌うか、それともツーフレーズつなげて歌うかによっても全然曲の雰囲気が変わってくるっていうか、もう可能性は無限大ですよね、ナンバーアイ。次いきますよ。ほら、ほら、ほら、ほら。今、神宮寺さんですよね。このスタッカートの感じと子音のアタック感、このダブルでですね、音の強弱を表現してるんですけど、やっぱこういうところがですね、僕はね、天下一品なんじゃないかなっていうふうに思います。もう誰も真似ができない音の強弱の付け方っていうか、もう一回聞いてみましょう。ほら、やばくないですか？このガッ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 みたいな、もう音がね、どんどん前に突っ込んでいくような感じがですね、最高にかっこいいですね。次いきますよ。いいね。最後のね、落ち着いたところが最高にかっこよかった。その直前まではガンガンこう前に前にみたいな感じのこの、ね、強い音で攻めていく感じ。で、バックの音がさっとこう消えた瞬間に神宮寺さんの歌声だけになるじゃないですか。そのね、スポットライトをパッと浴びたかのようなきらびやかさ。たまんないですね。もう一回聞いてみましょう。最高すぎる。最高すぎる、これは。やばいですよね、今のポイント。いや、新しい曲をリリースするたびに、この進化を見せてくれるっていうのがね、最高に嬉しいですよね。さすがナンバーアイ。次行きますよ。やっぱりサビのね、このキャッチーなメロディー、僕ね、大好きですね。で、サビになると、バンドで作り出された疾走感が生まれてる感じになるじゃないですか。これもね、たまらなく好きですね。で、映像の方でなんかね、空き缶かな、ガンガンこうなんか流れていってるのがね、僕はちょっと気になって、面白いなと思ってね、見てました。次行きますよ。いいね、やっぱり。ごめんなさい。今なんか曲が流れてんのにでっかい声で喋っちゃったからあんまり聞こえなかったですよね。ここのハモリがですね、やっぱり僕好きすぎますね。昔コーラスグループでプロ活動していたので、やっぱりこうハーモニーとかね、ちょっとうるさいんですよ、僕。そして、すごいかっこいいハーモニーが出てきたらね、すぐにこう食いついてしまうっていうね。ごめんなさい、テンションがめちゃくちゃ上がってしまいました。素晴らしすぎる。次行きますよ。空き缶が増えてきましたね。なんだろう、台風でも来てんのかなそもそも空き缶なのかな？空き缶じゃなかったらね、ごめんなさい。僕はね、空き缶に見えるんですけど。で、ところどころね、車の前方がですね、バーンってこう跳ねたりするんですけど、地面に何かあんのかな？なんか、そういうところも気になりますね。次行きますよ。あ、ここね、いいよね。ここね、ちょっと一休みみたいなポイントですよね。A メロ、B メロ、サビでこう、ぐーっとこうテンションが上がって、ここね、感想部分みたいなポイントで、ちょっとこう、心を落ち着かせられるポイントというか、次の盛り上がりポイントのための助走っていうかね、なんかそんな感じのポジションなんじゃないかなって思います。次行きますよ。ラーバッバッバ、やっぱりここかっこいいな。しばらくね、頭から消えないと思います。ラーバッバッバのところ。
で、映像ではここでね、給油ですね。ガソリンを入れるシーン。楽曲的には C メロが来るのかな？聞いていきましょう。ちょっとケロってますかね、ここ。音質加工なんですけど、ケロケロみたいな感じの音質加工。どうだろう？もう一回聞いてみますね。やっぱりケロってますね。で、そこまでこうね、強く加工してるわけじゃないので、ケロケロっていう風な質感を感じ取れるかって言ったら、ちょっと人によっては感じ取りにくいのかもしれないんですけど、そういった加工されてました。で、この平野さんね、優しい感じの声なんですけど、何気にものすごい音幅を使ったフレーズなんですよね。特に後半の低音ボイスがね、やっぱりね、最高にかっこいいです。次行きますよ。今の平野さんの声のところの方がケロってる雰囲気感じやすいかなっていうふうに思います。このケロケロしてる音質ってどういうふうに加工してるのかっていうと、音質修正ソフトをですね、強めにその声の部分にかけると、こういうケロケロした感じの音質になるんですよね。だからそれ用のシステムがあるわけじゃなくて、これ音質修正の一種なんですよ。それをこううまく使って特徴的な音質に加工して仕上げてるっていうか。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、ケロケロってなってますよね。これ音質修正です。じゃあ次いきますよ。いい。今回岸さんこの声をよく使ってますね。いつもだったらね、ものすごいいろんな声を使っていろんな表現をしてくれるんですけど、僕が今まで聴いたナンバーアイの楽曲でここまで声質の幅を狭めた表現をしてるのっていうのは初めて聞いたかなっていうふうに思います。曲によって声のキャラクターを決めてくみたいな、そういうテーマを持ってレコーディングしたのかな。いずれにしろね、最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。いいな、このね、やっぱね、鼻の使い方がね、ものすごいんですよ、岸さんは。あそこまで鼻に声を入れたら、結構ね、声のコントロール難しくなると思うんですけど、完璧にコントロールして歌ってますもんね。ここがね、すごすぎるんです、岸さんは。真似しようと思ってもできないですね。素晴らしい。次行きますよ。いいですね。特徴的な岸さんの声からストレートな感じの神宮寺さんの声のこのね、変化がまたたまらないですよね。声のギャップというかね。で、ここで神宮寺さんも多分あえてだと思うんですけど、口の口腔鏡面メインの声に切り替えてるんですよね。岸さんが鼻メインだったのに対して、神宮寺さんが口メインにすることによって、やっぱり声のギャップのこの差っていうのも開きやすいので、そこを狙ったんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。次行きますよ。いいね。で、一気に音域を落として、低い男らしいかっこよさを平野さんが表現するっていう、もうこの完璧な流れですよね。ナンバーアイ3人で作り上げてるこのゴールデンラインっていうかね、最高すぎる。次行きますよ。いいね。やっぱサビいいな。何回言うんだって話ですよね。で、映像もですね、これは多分ね、夜のネオンかな。ピンク色がこう入ってきたりね、してますけど。やっぱり時間経過を表現してますよね。ナンバーアイのミュージックビデオは奥が深いですね。次行きますよ。空に浮かんでる星がくるっとこうねひっくり返ってナンバーアイ3人の顔になるっていうね。やっぱりねこだわりがすごいですよね。見ていてめちゃくちゃ楽しいです。で残り時間もあと20秒ぐらいなんですけど、ここからアウトロになるのかな。聞いていきましょう。最後はここでね。いいね。
3人の絵が歌ってるんですね。最高に可愛いですね。最後はこういった可愛い感じで終わっていくのか、最後まで見ていきますよ。あと4秒でした。ごめんなさい。中途半端なところで止めちゃいましたね。最後までいきますね。残り4秒。やっぱり、止めたタイミングが悪すぎましたね。ごめんなさい。いやー、めちゃくちゃかっこよかったですね。以上、ナンバーアイラバラバ歌声分析はここで終了です。いやー、素晴らしすぎましたね。今回のラバラバはメロディーが半分、ラップが半分っていう感じかな？割合的にね。今年ナンバーアイがリリースした楽曲のほとんどがですね、ラップを主体とした楽曲だったので、今回のラバラバもラップ主体の楽曲なのかなと思ったら、少しだけね、メロディアスな要素が強調された楽曲で、R&B を感じるようなおしゃれな雰囲気とかも、すごく素敵でしたよね。いろんな表現をしてくれるナンバーアイ、本当に最高ですよね。これからもナンバーアイのですね、動向をしっかりと追いながら応援していきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。